6月17日、トリプル S ハッチがパスワードのミュージックビデオを公開しました。わー、ハッチ。トリプル S ハッチはモードハウスに所属する24人組ガールズグループトリプル S9 番目のユニットジャパンディメンション初の海外ローカライズユニットです。はい。でメンバーはモードハウスによる指名とファン投票グラビティによって選抜された S3 イ・ジウ、 S4 キム・チェヨン、 S5 キム・ユヨン、 S6 キム・スミン、 S11 コトネ、 S16 マユ、 S20 パクシヨン、 S21 キム・チェウォン、リーダーは群馬出身の S16 コママユが務めています。ごまちゃん。トリプル S ハッチは2024年11月20日に、アンタイトルで日本デビューを飾って、パスワードは10月1日にリリースされるジャパンファースト EP シークレット秘密ビミルの先行公開曲です。はい。ただアルバムリリースに合わせて本タイトル曲があるという、韓国式というかそういう形ではなく、パスワードがファースト EP のタイトル曲そのままになるということみたいで、だからこれがタイトル曲なんですけど、でそのアルバムにはガールズネバーダイとかライジンのジャパニーズバージョン、デビュー曲のアンタイトルとか、ジャパンプレイデビューシングルとなったハッシュのハッチバージョンなどが収録されてまして、パスワードを含めた新曲5曲が加わったアルバムとなってまして、スペシャルエディションでは全9曲という、フルアルバムぐらいのボリュームとなっています。ミュージックビデオのその概要欄には、少女たちの見えない心の嵐と秘密を解き明かすパスワード、その秘密にアクセスできたらきっと世界が変わるという一文が掲載されています。トリプル S ハッチの2作目はどうでしたか？かわいいトリプル S はいいですね。甘噛みしてましたね。かわいいトリプル Sはいいですね。非常に。そうですね。本国ではあんまり見れない可愛さかな。日本プレイデビュー曲ハッシュに関しては今回と近い可愛い感じではあったんだけど、正式デビューのアンタイトルがさ、スタイリッシュな感じだったじゃん。今回はほぼ真逆というか、アンタイトルって言ってしまえば本国のトリプル S と近いというか、音楽的にはああいう感じのやつはやったことないけど、テイストとしては近いっちゃ近い、アンタイトルがね。それを評価したというか、K-POP らしさをそのまま日本のデビュー曲に使ったっていうのをアンタイトルの時はそこがすごいよねっていう話を結構したんだけどね。ハッシュが最初に出た時に、結構本国で評判が高かったね。っていうのもトリプル S って可愛い曲、タイトル曲になった曲って1曲しかなくて、それはトリプル S のクリスタルアイズ、クアのチェリートークっていう曲なんだけど、それ以降は大体かっこいい系というかさ、スタイリッシュというかさ、メッセージ性が強かったりとかしたんだけど、ハッシュが結構可愛い曲だったから、要はあんま見たことないっていうかさ、こんな曲やってるんだって言って本国では結構人気が高かったらしくて、でもちろん日本でもそれで可愛いって思った人は多いと思うけど、その時は言っても24人ですよ。ただ今回8人じゃないですか。可愛い8人がもうギュッってなってギュッてなって。インフィニティ可愛いがインフィニティで無限大でして。それがすごい良かったなって思って。やっぱりこのドレスのいいところって振り幅が見せられるとこ。アルバム収録曲では結構もう可愛らしい曲とか、ポップな曲っていうのも実はあるんだけど、でも本国だとやっぱりその、ガールズネバーダイとか、ケオとか、完全体でやった曲のイメージが強い。暗い大集団みたいな。そうイメージがそう。完全体としてはある。そう、ちょっと傷つきながらも頑張るぞみたいな。24人いたら可愛くないもんね。そもそも。追うのが大変なんですよ。だけど、でもね、メンバーも言ってたよ。完全体24人でやった後に8人だから、フォーメーションとかがちょっと楽な気がするみたいなこと言ってて。メンバーも多分やりやすいっていう歌が当然あると思うけど、やっぱりこっち側としてはさ、8人はね、見分けやすいですよ。もしかしたらこれ見分けやすいっていうか、チェンさんぐらいのウェーブになると見分けるのに困るなんてことはあんの？いや、24人はマジ大変だって。あれどこ行ったっつって追うのに必死だからね。8人はさ、やっぱそれはないじゃん。だから、もしかしてこれで今回初めてトリプル S っていうグループを知ったっていう人は、あれ可愛い子しかいないじゃんみたいな感じになると思うんだよ。実際これって本国っていうか、ビジュアル集団っていうところでの評判も高まってきてるらしくて。そうなんだ。そう。ハッチは、多分24人の中でも可愛いコンセプトがあったりとかする顔立ちの子が俺は多いと思うわけ。じゃあ評判を見越した選定だったってことになったってこと結果的には。っていうか韓国人とかウェーブの中で日本は可愛いっていうイメージがそもそもあるのかもね。それに合う、カルチャーに合う人を選んだら今の評判にマッチしてきたみたいなところはあるのかもしれない。時代を味方につけるのも、その人気グループになる一つの要因ですから。要因っていうか一番大事じゃないかなって気はするけど。いや、だから今回はもう本当に可愛いに締めたみたいな感じになってたから、すごい良かったし、曲自体もラララって入ってたから、やっぱり、ラララって歌ってるってことはトリプル Sだっていうのもわかるかもしれないし、シグネチャーメロディー
メロディーワードコーラスよ。コーラスかっていう感じにもなってたから、なんかそういう部分がまずすごい良かったなっていうのもあって、まあビジュアル面で言ったら、まあ一番印象に強かったのは最終盤ですかね。屋上でこう水に打たれてさ、踊るシーン。あんなのみんな好きじゃん。間違いなく。だって可愛い子たちがさ、あんななったら余計に可愛いに決まってんじゃん。もう可愛い無限大じゃん。まあ夜の学校っていうさ、アンタイトルでも学校出てきたけど、ちょっとこの秘密めいた感じの見せ方っていうのもすごい良かったし、この1年でグループの中でどんどん評判が上がってきてる子もいるんだよ。人気メンバーになってるというかさ、そのうちの筆頭がチェウォンですよ。そのチェウォンのビジュアルインパクト強かったと思うんだよ。要所要所出てきたっていうかさ、まあ冒頭ではこう生配信してるような感じっていうのもあったし、だからああいう見せ方とかもそうだし、まあ一応というかトリプル S のセンターといえばユヨンですけど、ユヨンの可愛さっていうのもやっぱり相変わらずだし、なんだけど、今回ハッチの中でさ、まず8人いるわけじゃん。そういう部分での目の移ろいやすさというかさ。移ろいあれこっちもいるぞみたいなさ。あの宙に浮かんでるの誰だろうみたいなさ。まああれちなみにジウですけど。まあなんであれジウが宙に浮いてるのかなっていう理由はわかんないけど、多分一番スタイルがいいから見栄えがいいのかなって俺は勝手に思ってるんだけど。まあ宙に浮いてるのは超能力を持ってるからだと思うけどね。MV の内容は正直ちょっとあんまよくわかんなかったけど。あ、そう。ストーリー的には、俺はちょっと咀嚼しきれなかったけど、とりあえずでもその可愛さの方にもう基本的に目がいってしまったので、まあそこはいっか、みたいな。よくはないと思う。結構大事だと思う。パスワードですか、うん、秘密のパスワードですか。まあ君の心の中に入っていくってことでしょ。まあそうなんだけど、まあこれチェンさんが説明してもらった方が締まりがいいんだけど、本当は。ごめん、わかんなかった。あれ一番最初さ、要するに深夜の学校、閉まってる学校に忍び込むじゃん。あの時に校門の前でさ、みんな潜めてるじゃん。警備員さんにバレないようにね。あそこに書いてあるのが、ここではまだ誰も本音を喋ってません。立ち入ると過去へタイムリープしますって書いてあるんで。だからそれを自己責任によろしくって書いてあって、で教室に忍び込んで、教室の、タイムゾーンというか、タイムリープトンネルみたいなところに入って、机で作れたタイムリープトンネルみたいなところに入ってって、タイムリープするっていう話で。なんかそこまでは分かったんだけど。だからそれでタイムリープしたことで、チェウォンとユヨンのさ、ラップリレーのところあるじゃん。で、あれでユヨンが秘密の手紙を投げた時にさ、爆発するじゃん。だから過去にタイムリープしたことで超能力を得るんだよね。だから飛んでるのもその超能力を得てる、現代じゃないタイムリープした先での8人の能力っていうか、それを描いてるってことだと思うけどね。それがだからどういう帰着をするの？過去へって書いてあるんだけど、そこの過去から未来に対する話ってことだと思う。じゃあそういう意味ではちょっとアンタイトルのまだ未来決まってないみたいなさ、無限大ですよっていうところと通じてる部分があるってことか。それとアンタイトルから始まってパスワードに来てトリプル S のファンがどんどん増えてる、ウェブがどんどん増えてるっていうことがファンになる心の鍵を開けるっていうことにつながってて、過去からそれに今来てるんですよっていう話にしてるんじゃないかな。なるほど。だからトリプル S のファン、ウェブがどんどん増えていくよっていうことの時の流れみたいなのをこのパスワード、あなたの心の鍵を開けてきますよっていうそのパスワードを私たちは持ってるよっていう話をしてるんじゃないでしょうかね。なんとなくは分かってたんだけどさ、いまいち自分の中で。そういう、だからそれをさらにその国境を越えてとか、ファンを増やすっていう特別な能力を持ってますよっていうのを超能力っていうことで表してる。なんとなくは分かってた。だから結構俺のパスワードは半分合ってたっていうか。どうでもよくはないっていうか、曲のコンセプトとしてそういう見せ方をしてるっていう。その爆発的な可愛さっていうのもその能力の一つだしっていう見せ方なんじゃないかなと思うけど。本当はね、そういうことを言いたかったんだよ。なんだけど、まあ、乱暴な言い方でね、どうでもいいとか言ってしまいましたけど、咀嚼しきれなかったから置いといてっていう状況だったから、そういう話も含めると、トリプル S ってさ、全ての可能性のアイドルだからさ、まあ、それの、まず、だから日本ローカライズユニットっていう部分での、ビジュアル面での全面的な打ち出しっていうところは、すごい良かったと思うし、まあ、ポップだったしね、まあ、ハッチ一期と言っていいのかな。とりあえず1年活動しますっていうことだったから、推しのスミンが入ってますから、それがとりあえず今回、このパスワードで一旦まあ、区切りというか、っていうところでは、感慨深さもあるし、まあ MV ではね、結構、序盤、メンバーのファーストカットではスミンが映った時にさ、初っ端から来たと思ったんだけどさ、途中、あれどこ行ったみたいな。どこ行ったってことはないんだけどさ、サビのところとかではあんまり映ってなかったというか、後ろの方にいたりとかしたんだけど、まあ最終盤、まあセンターに来て、ブイブイ言わしてて、で、ラストカットもスミンだったから、個人的にもすごい良かったし。まあ、ハッチにおいては S1 的なというか、センター的な立ち位置かなとは思うけど。まあ多分ラストカットを見た時に、スミンを知らない人、なんだこのバク美女はっていう風に思ったんじゃないかな。バク美女というか、なんか素朴な可愛い子珍しいよね。現代のアイドルでは。
はい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 。でもまだ髪の毛の色とかもやってないし、まあ髪の毛の色っていうと、リーダー、まゆちゃん。金髪マジ馴染んでる。今年の4月から金髪になりまして、まあそれが今回印象深かった人もいると思うし、ハッチのツインタワー、ジルとチェヨン。一瞬だけど2人で映るカットがあるんだよね。で、もともと一番最初のルームメイトこの2人だったんだよ。あ、そうなんだ。そう。っていうのもあるから、一瞬だけ、あ、来たみたいな。初期の方から追ってる人でも、あ、この2人のショットを映してくれたみたいな。っていうところでも、こうグッとくる部分もあるし、鍵のくす玉、金色のやつ。あれをさ、割るのがさ、シオンなんだけどさ、あれのステップの仕方。いい割り方というか。ステップの仕方はちょっとよくわかんないけど。助走の付け方からのこの割り方。フォームが綺麗だって。そう。で、しかも、シオンって、俺が考えるキャラクターね。あれをやるのはシオンじゃないんだよ。それをシオンにやらせたっていうところは俺はすっごい良かったなと思って。あれなんか理由があるのかな。一番華奢なんだけどさ、ダンスも細いよね。そう、すっごい細いんだけど、結構キレのあるダンスだったりとか、歌が上手いだけじゃなくてダンスも上手いし、琴音ちゃんに関しては、基本的にラッパーポジションっていうのもあるし、今回もそのポジションにもいたけど、やっぱりちょっとこうスパイス的なっていうかさ、他のメンツとは違うこうアプローチの仕方というか、っていうところがあるから、どこを切り取っても絶対推しできるだろうっていうのもあるし、さらにだから残り16人いますから、このハッチでビビッと来た人は、まだ16人いるんだって思うと多分ワクワクは止まらないんじゃないかなっていうふうに俺は思ってるけどね。で、だからそれで気になったら、こうコンサートに行ってみる。で、そうすると、24人の迫力もものすごいんだけど、結構いろいろなユニットがあるから、本当にいろいろなメンバーでいろいろな曲をやってくれてっていうところが、これは最大の魅力だと思うので、MV だけじゃなくてね、チケットも徐々に取りにくくはなっていますけど、ぜひ本物のトリプル S を見てほしいなっていうのは一番言いたいところかもしれないですね。まあ今回もだから一応5曲新曲があって、まあトヨエスのライブコンサートっていうのはまあ一グループなんだけどユニットとかがたくさんあって、一グループでそういうフェスとかね、そういう合同コンみたいな楽しさが味わえるっていうのもトヨエスだけの魅力というか、な部分もあるかなと思うんで、でそのトヨエスはまあ2025年11月2日に豊洲ピットでトリプル S ハッチファーストファンミーティングインジャパントエスクール、これどうやって読むんだと思う。上に振り仮名振ってあって助かりましたって感じだけど。スクールね。開催されますという。はい。そのアンタイトルと今回のパスワードの学校コンセプトっていうのをまあつなげた形のファンミーティングがあるんで、まあそこでじっくり見て、まあ収録曲もやってくれるかもしれないし、まあダンス可愛かったしね。セマネっぽいというか。ああ、はい、わかる。あれが大きい銃がやると見え方全然違うと思うし、あ、これはこれで可愛いな。このペンミで体感してもらえたらっていう感じなんですけど。チェンさんはこちらには行かれるんですか？もちろんですよ。2回とも VIP 取れましたよ。皆さんもぜひお越しください。どの立場で言ってんのか